こんにちは。今日の動画は UFO 事件に登場する謎の存在、メン・イン・ブラックについて UFO 目撃情報などと一緒に見ていきたいと思います。メン・イン・ブラックは黒ずくめの服装で UFO 目撃者や研究者に現れ、情報の隠蔽を試みると言われています。果たしてその正体は何なのか、詳しく見ていきましょう。メン・イン・ブラックはその奇妙な行動で知られており、以下のような特徴が報告されています。黒ずくめのスーツ、ネクタイ、帽子、靴を着用し、その服装は新品のようで、シワ一つありません。肌の色は青ざめていた、または日焼けしていたと表現されることもあり、目撃者が一人でいる時に突然現れ、警告や脅迫を行うとされます。ナンバープレートがない車、または偽造されている黒縫いの大型車を使用し、無音で飛行する黒いヘリコプターが伴うことがあります。偽造された政府機関の身分証明書を提示し、脅迫的な言動を取ることが多いそうです。目撃者に対して、これ以上話すな、と警告し、事件について沈黙を守るよう強要します。メン・イン・ブラックの歩き方は直線的で、まるでプログラムされたロボットのような話し方であると証言されています。ストローやスプーンの使い方など、人間が通常持っている基本的な生活知識を欠いていることがあり、目撃者の前に突然現れ、同じように突然消えることがあります。このような動きは、通常の人間の動作とは大きく異なり、彼らが人間ではない可能性を示唆しています。彼らは一体何者なのでしょうか。それでは具体的な UFO 目撃例や、メン・イン・ブラックとの遭遇事例を見ていきましょう。1947年、モーリー島事件。この事件は、メン・イン・ブラック現象の先駆けとされています。1947年、6月21日、ハロード・ダールは、モーリー島近くのピュージェット湾で、15歳の息子と、飼い犬を連れて船に乗っていました。その際、頭上に6機のドーナツ型の飛行物体を目撃しました。これらの物体は、1機を中心に、他の5機が周囲を旋回していました。中心の UFO が、他の1機と衝突し、金属箔のような物体と、黒い岩のようなものが、周囲に落下しました。落下した物体に触れて、息子は怪我をし、犬は死亡しました。事件の翌日、ダールは、見知れぬ黒服の男から朝食に誘われました。その席で男は、彼が目撃したことを話さないよう警告しました。この男は、後のメン・イン・ブラックの典型的な特徴を示しており、事件の詳細を隠蔽しようとしたとされています。この事件では、UFO 研究で有名な、ケネス・アーノルドが事件の調査に乗り出しました。さらに、米陸軍情報部将校の W. デビッドソン大尉と、エル・ブラウン中尉も調査に加わりました。しかし、調査中に彼らが搭乗していた B-25 爆撃機が墜落し、2人とも死亡しました。この墜落事故は、事件の真相をさらに謎めいたものにしました。目撃されたドーナツ型の飛行物体の正体は未だに不明です。調査に携わった将校たちの墜落事故は、事件の真相を隠蔽するための工作であったとする説もあります。この事件は、UFO とメン・イン・ブラックに関する多くの伝説や陰謀論の基盤となっています。1950年代、アルバート・ビンダーの遭遇。アルバート・K・ビンダーは、1950年代に UFO 研究において、重要な役割を果たした人物で、彼の遭遇したメン・イン・ブラックの事例は、UFO 研究における伝説的な出来事の一つとされています。ビンダーは、1952年に国際空飛ぶ円盤局 IFSB を設立し、UFO 研究に取り組みました。IFSB は、世界中に600人の会員を抱える組織となり、ビンダーはその会長として活動していました。しかし、1953年に突然 IFSB を閉鎖し、その理由は長らく謎とされていました。1953年、ビンダーはアメリカ・コネチカット州、ブリッジポートの自宅で、3人の黒ずくめの男、メン・イン・ブラックに訪問されました。彼らは黒いスーツとホンブルク帽をかぶり、聖職者のような外見をしていました。メン・イン・ブラックはビンダーにテレパシーで出版をやめろと警告し、UFO 研究を中止するよう命じました。彼らはビンダーに金属のディスクを渡し、UFO の正体に関する情報を伝えたとされています。ビンダーはその後、頭痛に悩まされ、3日間食事を取れないほど体調を崩しました。メン・イン・ブラックの訪問後、ビンダーは IFSB を閉鎖し、UFO 研究から身を引きました。彼はこの事件について9年間沈黙を守り、1962年に空飛ぶ円盤と3人の男たちを出版して、初めて詳細を明らかにしました。ビンダーによると、メン・イン・ブラックは地球外生命体であり、彼らの正体を明かすことは許されないとされていました。メン・イン・ブラックの訪問とその警告は、
リンダーの人生に大きな影響を与え、UFO 研究におけるメイン・イン・ブラックの伝説を確立しました。この事件は、未だに多くの謎を残しており、その真相は解明されていません。1964年、ソルウェイファースの宇宙人写真事件。1964年5月24日、イギリス中部のソルウェイ湾で、消防士のジム・テンプルトンが、娘の写真を撮影しました。その写真には、娘の背後に宇宙服を着た人物が写り込んでいたことが話題となりました。ジムは、写真を撮影した際に、その人物を見ていなかったと主張しました。写真はネガフィルムで撮影され、コダック社によって申請性が確認されました。この写真は、ソルウェイファース・スペースマンとして広く知られるようになりました。写真が新聞で報道されると、ジムの家に2人の黒ずくめの男が訪れました。彼らは政府のもので、シャープ9とシャープ10と名乗り、写真の撮影場所にジムを連れて行き、詳細な質問をしました。彼らはジムが写真を捏造したと認めさせようとしましたが、ジムはそれを拒否しました。その後、メイン・イン・ブラックはジムを消防署から5マイル離れた場所に残して去りました。同時期の1964年5月23日、オーストラリアのウーメラにあるロケット発射場で、白い宇宙服を着た2人の男が監視カメラに映り込み、ロケットの発射が中止される事件が発生しました。オーストラリアの技術者は、ジムの写真に写った人物と監視カメラに写った人物が似ていると指摘しました。この事件は、ジムが写真を撮影した数時間以内に起こっていました。ジムの写真とオーストラリアの事件が時間的に近いことから、両者が関連している可能性が指摘されています。写真の申請性は確認されていますが、写り込んだ人物の正体やメイン・イン・ブラックの目的は未だに解明されていません。1967年、ロバート・リチャードソンの遭遇。1967年、オハイオ州トレドのロバート・リチャードソンは、車を運転中に UFO と衝突したと報告しました。彼は、夜間に車を運転中、道路を塞ぐ奇妙な物体に遭遇しました。衝突を避けられず、軽くぶつかりましたが、その瞬間に UFO は完全に消えました。リチャードソンは、道路に小さな金属片を見つけ、家に持ち帰りました。1週間後、リチャードソンの家に2人の黒ずくめの男が訪れました。彼らは金属片を要求し、リチャードソンがそれを分析のために提出したと伝えると、以下のように脅しました。あなたの妻が今のように美しいままでいたいなら、金属片を取り戻すべきだ。リチャードソンはこの脅しに非常に動揺し、特に妊娠中の妻の安全を心配しました。彼はその後、メイン・イン・ブラックから連絡を受けることはありませんでした。リチャードソンが回収した金属片は、化学分析の結果、以下の成分が確認されました。鉄 75%、ニッケル 1%、クロム 20%、シリコン 1%、マンガン 3%。衝突した物体が何であったかは、未だに不明です。この事例は、UFO の痕跡を分析することができた非常に珍しいケースです。1976年、ハーバート・ホプキンス博士の遭遇。1976年9月11日、UFO 研究家のアメリカメイン州の医師、ハーバート・ホプキンス博士は、ニュージャージー UFO 研究機構の副会長を名乗る男から電話を受けました。電話を切って外の明かりをつけると、その男はすでに階段を上って、ドアに近づいていたと報告されています。男はきちんとした黒いスーツを着ており、髪の毛、眉毛、まつげがなく、人形のような、滑らかで死んだように白い肌をしていました。唇はルビー色で、話し方は無表情で機械的でした。男はホプキンス博士に、コインを取り出すよう命じ、コインが消えるのを見せた後、UFO 研究を破棄するよう命じました。ホプキンス博士の犬は、男が家に入ると激しく吠え始めました。この男の正体は不明で、コインを消すという行為は、彼が人間ではない可能性が指摘されています。以上のように、謎のメイン・イン・ブラックですが、その正体については、政府の秘密工作員説、宇宙人のエージェント説、タイムトラベラー説などが挙げられています。しかし、彼らの行動が稚拙であることや、政府機関との関連が否定されていることから、その正体は未だに謎に包まれています。メイン・イン・ブラックは、UFO 事件の背後に潜む謎の存在として、今も多くの人々の関心を集めています。彼らの正体が何であれ、UFO の真相を隠蔽するために活動していることは間違いないようです。この動画が気に入ったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。